職場で言葉にできないモヤモヤを感じたことはありませんか？この本はその違和感を大切にしようと語りかけます。人を変える前に場を見直すリーダーは答えを出す人ではなく安心を整える人だと教えてくれます。なぜ話しにくいのか、なぜ苦しくなるのか、その理由を優しい言葉で紐解く一冊です。続きはぜひ本編でお聞きください。この本を読むとあなたの職場の見え方が少し変わります。今回ご紹介するのは組織の違和感、結局リーダーは何を変えればいいのかという一冊です。著者は勅使河原舞さんです。ジャンルは組織とリーダーの考え方を扱うビジネス書です。この本は職場で感じる言葉にしにくいモヤモヤや違和感を丁寧に見つめます。なぜ話が噛み合わないのか、なぜ頑張っているのに空回りするのか、その原因を個人の問題ではなく組織の仕組みとして考えるヒントをくれます。リーダーは何を変えればいいのか、何を変えなくていいのか、その答えを優しい言葉で示します。この動画では本の要点を3つに分けて分かりやすく紹介します。本書の概要。この本は組織の中で起きる小さな違和感をとても大切に扱います。上司と部下のすれ違い、会議での沈黙、頑張る人ほど苦しくなる空気、そうした出来事を一つずつ丁寧に見つめます。本のテーマは人を変える前に組織の前提を見直すことです。前提とは当たり前だと思い込んでいる考え方のことです。成果の出し方、評価の基準、正しさの物差し、それらが知らないうちに人を縛り、人を追い込むと本書は伝えます。構成は実際の職場で起きがちな場面を例にしながら進んでいきます。難しい理論や専門用語はほとんど使いません。日常の言葉で噛み砕いて説明されます。だから読みながら自分の職場や過去の経験を自然と思い出せます。またリーダーだけでなく働くすべての人が読み手になります。上の立場の人も現場で働く人も同じ目線で考えられる内容です。この本を読むことで違和感は弱さではないと分かるようになります。そしてリーダーの役割は指示することより環境を整えることだと理解できるようになります。重要な3つのポイント。1、違和感は直すべき欠点ではない。この本でとても大切にされているのが違和感という感覚です。違和感とははっきり言葉にできないけれど何かおかしいと心が知らせてくる小さなサインです。例えば会議で意見が出ないとき、決まった人だけがいつも発言するとき、みんなが忙しそうなのに成果が見えないとき、そんな場面で胸の奥に引っかかる感じが生まれることがあります。多くの職場ではこの違和感を気のせいだと片付けてしまいます。自分が弱いから、考えすぎだから、そうやって心の声を押し込めてしまいます。しかし本書では違和感は直すべき欠点ではなく組織からの大事なメッセージだと伝えます。誰か一人の問題ではなく仕組みや前提のズレが表に出てきた合図だという考え方です。印象的なのは違和感は正解を教えてくれないという点です。ただ立ち止まる場所を教えてくれるだけです。だからこそすぐに答えを出さず、なぜそう感じたのかをみんなで考えることが大切だと述べられます。この視点を持つと職場の空気が少し変わります。黙っている人もためらっている人も組織にとって必要な存在だと見えてくるからです。重要な3つのポイントに人を動かす前に
前提を疑う。多くのリーダーは成果が出ない時、人のやり方や姿勢を変えようとします。もっと主体的に、もっと早く、もっと前向きに、そうした言葉が職場に増えていきます。けれども本書はその前に立ち止まることを勧めます。そもそもその行動を求めている前提は本当に正しいのか、そこを見直すことが大切だと語ります。前提とは無意識に共有されている当たり前です。例えば成果は数字で示すもの、成長とはできることを増やすこと。忙しい人ほど頑張っている、こうした考えが知らないうちに判断の軸になります。しかし前提がずれていると、どれだけ人が努力しても苦しさが増えるだけです。頑張るほど疲れてしまい声を出せなくなります。本書ではリーダーの役割は人を動かすことではなく、前提を言葉にし問い直すことだと伝えられます。なぜそれが大切なのか、他の選び方はないのか、問いを共有することで組織は少しずつ安全になります。印象的なのは正しい答えを出すことより考え続ける姿勢が信頼につながるという考え方です。完璧でなくても立ち止まる姿が周りの安心を生むと示されます。重要な3つのポイント3、リーダーは答えを持つ人ではない。この本ではリーダー像についても大きな見直しが語られます。多くの職場ではリーダーは正解を知っている人、早く決める人、引っ張る人だと考えられがちです。けれども本書はその考えに優しく問いを投げかけます。本当にリーダーが全ての答えを持つ必要があるのでしょうか。著者はリーダーの役割を場を整える人だと説明します。意見が安心して出せる空気、違和感を口にしても否定されない環境、そうした土台を作ることが何より大切だと伝えます。印象的なのはわからないと言える勇気です。わからないから一緒に考えたい、そう伝えることで組織は上下ではなく横に広がります。考える責任を分け合うことで一人に負担が集中しなくなります。また沈黙も意味のある反応として扱われます。すぐに意見が出ないときは考えている時間かもしれません。その間を待てることもリーダーの力だと語られます。この考え方は強く引っ張らなくても人が動く組織があることを教えてくれます。安心できる場が自然な行動を生み出すのです。印象的なエピソードや引用。この本にははっきりした答えよりも考え続ける姿勢が何度も描かれます。その中でも印象に残るのは違和感をすぐに直そうとしないという態度です。ある職場では会議になると発言する人がいつも同じでした。リーダーは意見を出さない人にもっと話してほしいと何度も声をかけます。けれども空気はなかなか変わりません。そこで本書が示すのは問いの向きを変えることです。なぜ話さないのかではなく、なぜ話しにくいのか、この問いに向き合うことで景色が変わります。もしかすると過去に意見を洗われた、発言すると責任を一人で背負わされた、そうした経験が沈黙を作っていたかもしれません。あるいは会議の目的が最初から決まっていて話しても無駄だと感じていたのかもしれません。本書では違和感は今のやり方が合っていないことを知らせる静かな声だと表現されます。その声を急いで消すのではなく、そっと耳を傾ける、その姿勢が信頼を生むと伝えます。そしてリーダーができるのは正しい発言を引き出すことではなく、安心を整えることだと語られます。
安心とは失敗しないことではなく、失敗しても排除されないことです。言い間違えても恥をかかされない、否定されても人格まで傷つけられない、そんな土台があると人は少しずつ言葉を出せます。さらに本書は沈黙を問題として責めないと伝えます。沈黙は考える時間でもあり、守りたい気持ちでもあります。その意味を急いで決めつけないことが大切だと語ります。このメッセージは強い言葉では語られませんけれども、静かに心に残ります。職場で感じたあの小さな違和感を大切にしていいと背中を押してくれる場面です。実生活での生かし方。この本の内容は特別な職場だけでなく、毎日の生活の中でも生かすことができます。例えば仕事で意見が出にくい場面です。会議や打ち合わせで静かな時間が流れると、早く結論を出そうとして誰かが話すまで待てなくなることがあります。そんな時、この本の考え方は沈黙も大切な時間だと教えてくれます。すぐにうずめようとせず、考える余白を残すことで安心が生まれます。また部下や同僚が元気がない時にも役立ちます。どうしてできないのか、なぜやらないのか、そう問いかける前にやりにくさがないかを考えます。仕事の量、進め方、評価のされ方、そこに違和感があれば人ではなく環境を見直すきっかけになります。家庭や友人関係でも同じです。相手が黙っている時、不機嫌だと決めつけないこと、言葉が出ない理由があるかもしれないと想像すること、それだけで関係は少し和らぎます。この本の内容はリーダーだけのものではありません。誰かと一緒に場を作る人なら誰にでも役立ちます。この本の内容は職場で話し合いが止まった場面でも役立ちます。急がず違和感に目を向けることで次の一歩が見えてきます。この本の内容は頑張りすぎて疲れてしまった時にもそっと支えになります。立ち止まって感じた違和感を信じていい、そう思えることが日常を少し楽にしてくれます。まとめです。ここまで組織の違和感、結局リーダーは何を変えればいいのかという本の内容を紹介してきました。この本が伝えるのは、人を変える前に場を見直すことの大切さです。うまくいかない理由を誰かの能力や気持ちの問題にせず、組織の前提や空気に目を向けます。違和感は無視するものではなく大切なサインです。すぐに直す必要はありません。立ち止まり、なぜそう感じたのかを考えることが次につながります。またリーダーは答えを持つ人ではなく、安心できる場を整える人だと語られていました。わからないと言えること、待つこと、問いを共有すること、それらが人を動かす力になるのだと教えてくれます。この本を読むことで職場の見え方が少し変わります。今まで気づかなかった声や沈黙の意味に目を向けられるようになります。そして頑張りすぎなくても人と働ける道があると感じられるはずです。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。